ティーチングプロの竹内恵美子です。今日はアプローチですね。転がす、チップショット、そしてピッチエンドラン。ちょっと上げて転がす。そして、上げるロブショットのような、ショットですね。3つのショット、アプローチショットについてお話ししたいと思います。じゃあ今日のレッスン始まるよ。じゃあアプローチについてですね、ボールを転がす、そして少し上げて転がす、そして上げるという、大きく3つのアプローチの種類があると思います。で、まだそんなにコースはラフ深くないですけど、これから梅雨を終えて夏に向かうとラフが深くなってきます。で、ラフが深くなるとやはり打ち方、冬とはまたアプローチのね、ちょっと種類も変わってくるかなと思うので、そのあたりお伝えできたらなと思います。まず3つの種類ですね。クラブを変えるっていうのが一応基本なんですけど、転がすためには7番とか8番とか、で、ピッチエンドラン、上げて転がすにはピッチング。そして上げるんであれば58度とか、AW とかですね、そういうロフトのあるクラブっていう、そのクラブ選択っていうのをまず変えます。そして2つ目、下に置いてますが、わかりますかね、ボール。白が基準、自分のね、スタンスの真ん中にあると思ってください。そして赤が、スタンス、自分のスタンスの真ん中よりは左目にある赤のボール。そして自分のスタンス、足のセンターよりは右にある緑のボール。色見えますかね。一応色分けしました。はい。そしてそれぞれのクラブ、このボールを上げたい場合ですね。ロフトがある58度とか、サンドウェッジで、ウェッジ類ですね。ウェッジ類であるときは、ボールの位置というのは、この赤いボールの位置にします。そして、ピッチショット、ピッチエンドランですね。上げて転がすっていうピッチングです、これね。は、通常の、白いボールの位置。そして、転がしたいとき、7番とか8番ですね。ずっと転がしたいときっていうのは、緑のボールの位置にします。はい、そしてご自身のスタンス幅は、上げたい時というのはちょっと広くしたりしますが、基本的には腰幅ぐらいでされた方がミスが少ないかなと思います。腰幅ぐらいですね。はい、そしてこうやって構えますと、このグリップの位置っていうのは、ご自身の左もも内側ぐらいで変わらないんですが、ボールの位置を変えることによって、ボールを上げたいウェッジっていうのは、こういう風にちょっとヘッドが先行したように見えますし、このピッチエンドランっていうのはボール真ん中なので、通常の少しクラブがこう左股関節で、左に傾いたような通常の構えですよね。そしてボールの位置が右、この緑のボールのランニングアプローチっていうと、ヘッドが右に来るので、グリップ左の股関節っていうと、結構ハンドファーストにこう、シャフトが傾いたように見えますよね。これだけで、この打つ準備ができてると。この赤いボールでこういうふうに構えると、この人はボール上げたいんだなっていう感じになりますし、ピッチショット、白で構えると、ちょっとピッチエンドランしたいんだなっていう。そして、この緑のボールで構えると、この人は転がすんだなと。もう構えた位置で何をしたいかがわかる。アドレスした時に何をしたいかがわかるような、アドレスっていうのはすごく大事なので、このあたりボールの位置とクラブ選択で、まずは決めます。そして次ですね、2番目。今一つクラブ選択、2つ目ボールの位置、3つ目ですね、グリッププレッシャー、手首のグリップの強さですね。ボールを上げたいんであればあんまり、強く持ちません。ちょっと手首を使ってコックをね、手首を柔らかく使いたいのでグリップを柔らかくして、手首をコックを使うようにします。そして緑の方ですね、白は標準なのでちょっと極端な緑、転がしたい時っていうのは手首をあまり角度を変えたくないので、ちょっとしっかりと持ったまんま、この手首の角度を変えずにですね、基本的には行きます。スイングします。だから、上げたい時ほどグリッププレッシャーは柔らかくして手首を使うイメージ。で、転がしたい時はちょっとしっかり持って、この手首の角度を変えないで打つような感じっていうイメージになります。それが、2つ目ですね。グリッププレッシャー。そしてそのコックの感じもつながります。
で、基本的にスイングは変えません。変えません。で、この通りですね、赤いボール、左のボールを置いてもらうと、ウェッジですけども、さらにヘッドが上を向いた、フェースが上を向いた形になって、ロフトがついて飛ばなくなるので、自然にボールを上げたい時っていうのは、スイングはコックも使って、ちょっと大きなスイングになります。で、フェースを返すか返さないかっていう話なんですが、フェースは返すっていうとどうなるかっていうと、フェース返すっていうのは、フェースが左を向くってことで、ロフトが立つ方向、あるいは左へ向く方向で、左に飛びやすい、ボールが低くなりやすい。転がしたいのであれば、少しフェースを返してもいいですけど、このウェッジで上げたい場合ですね、ボールを左に置いて、そして基本的にスイングは変えない。でも上げたいのであれば、フェースは閉じずに、フェースはフォローでも開いたまま、上を向いたままですね。バックスイングでも開いておいて、打った後も開いてる。どんだけスイングを大きくしても開いたまま、閉じてしまわないっていうのが、ロブショットに合った面の使い方だと思います。そして、標準なピッチエンドなんですね。このスクエアからスクエアなので、打った後も、このシャフトの位置が水平あたりで、このフェース面が地面と垂直ぐらい、あまり上向いたり左下向いたりしすぎない標準な位置のフェースターンがチップショットですね。標準なスイング、これはもう普通のショットと一緒です。そして3つ目、この緑の位置ですね。ボールを転がしたいとき、あまり上げたくないときは手首の角度を変えないで、そしてフェースの面っていうのはどっちかっていうと閉じ気味ですね。転がしたいので上に上げたくないから、少しこれでもシャフトはロフトは立っているので、このまま面を維持する、開いてしまいたくないっていうので、ちょっと気持ち閉じ気味にします。そうするとより転がります。すごい小さなスイングで15ヤード20ヤードのアプローチできるので、2段グリーンであったりとか、それからカラーにね止まった時とか、ちょっと打ち上げのアプローチなんかやったらこれすごく役立ちます。ダフリとかそういうミスが少なくなるので、簡単なのはこの転がし、右からですね、転がし、そして標準。一番やっぱり難易度高いのが赤いボールです。緑が青信号、安全やと思ってください。で、白は普通。赤は赤信号、結構リスク高いよってことなので、初心者の方とか、100切れてない方、もうちょっと100切るの難しいなっていう、そのあたりの方は、このあたりでミスすると、本当にスコアまとまらないので、このあたりでスコアを縮められるようにですね、この難易度の低い方、右から難易度低いです。青信号、普通信号、赤信号あんまりやらん方がいいな、みたいな、そういうイメージで、3つのね、スイング、アプローチを捉えていただいたらいいかなと思います。私が生徒さんにお伝えしているのは、もう赤のこの難しい難易度高いね、これを使いこなすって言ったら、もうそれこそ80代で平気に回る、70代も出るよぐらいのレベルの方が必要やなと思ってください。それ以外ですね、90代で回る、あるいはそうですね、そのぐらいで回りたいなって方は、もう白か緑で十分対応できます。挽回防衛の時でも白のボール位置で普通に打って十分このフェースがボール上げてくれますから、これはもう信じてね、やってみてください。今日のレッスンいかがでしたか？よかったな、役に立ったなって方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では次のレッスンでお目にかかりましょう。ありがとうございました。